不動産屋さんの階段です。きつい、汚い、危険のその 3K のすべてを兼ね備えている仕事に特殊清掃があると思いました。でもきつい、汚いはわかるけど、そんな危険かなと思いましたか？これは私の知人の中学校時代の先輩が体験した話です。その先輩を仮に小林さんとしておきます。その小林さんが今から10年以上前の20代前半の頃、特殊清掃の仕事に就いていたそうです。特殊清掃とは、事件、事故、自殺などの変死現場や孤独死による遺体の腐乱で通常とは違うダメージを受けた部屋を清掃し原状回復させる仕事です。ある日、小林さんと数人のメンバーで一家心中のあった事故物件の清掃をすることになったそうです。それは旦那さんが奥さんと2人の子供を殺し、自分も自殺したというものでした。特殊清掃についている人は悲惨な現場は慣れていますが、さすがに一家心中の現場は初めてだったそうです。その家の正面に立った時、霊感があるわけではない小林さんでも、これはやばいと思ったそうです。ずーんと何かがのしかかったような重苦しい雰囲気を感じたそうです。その家は築30年ぐらいのどこにでもある古い一軒家でした。小林さんたちはしぶしぶ息苦しい玄関から中に入ったそうです。奥のまさに犯行現場と思われる場所は、足を踏み入れてはいけないまがまがしさでいっぱいだったそうです。遺族の依頼で中にあるものはすべて廃棄処分することになっていました。そこでみんなで手分けをして、室内の家具、衣類、電化製品などを外に運び出すことから始めました。運び出しを始めてからだいぶ経った頃でした。小林さんが一人、居間で遺品の片付け作業をしていると、突然そのすぐ近くの棚に置いてあったラジカセのコンポが鳴り出したそうです。小林さんはうわっと思わず叫んでしまいました。誰も触っていないのに、急に流行りのポップミュージックが流れてきたそうです。それで小林さんは慌ててそのラジカセのスイッチをオフにしました。ところがまだ音楽が鳴りやまないのです。小林さんはスイッチの接触が悪いんだろうと思い、壁のコンセントを抜いたんだそうです。ところがコンセントを抜いてもまだ音楽が鳴りやまないのでした。なんでだと思い、パニックになり冷や汗が出てきたそうです。小林さんは何とか音を止めないとと思い、そのラジカセのコンポを家の外に出して、玄関先で音が鳴りやむまで何度も蹴ったそうです。ラジカセはついに壊れて、やっと音が鳴りやみ、小林さんはほっとしたそうです。おそらくそれはポータブルで、中に電池が入ったままで音が鳴り出し、蹴ったことでその電池が外れて鳴りやんだのでしょう。ただこの状況とタイミングで誰も触っていないラジカセが突然鳴り出したことは確かに気味が悪いです。結局その後は無事に作業は終わり、夕方小林さんは自分のアパートに戻ったそうです。その日の夜のことです。小林さんは自分のアパートでテレビを見ながらくつろいでいたそうです。すると視界の端に黒い人影のようなものがさっと横切った感じがしました。小林さんははっとしてその方を見たのですが、そこには当然誰もいません。それでなんだ気のせいかと思ったそうです。明日も仕事で早いので、小林さんは12時頃には布団に入り、そのまま寝たそうです。そして次の日もまた昼間はどこかしらの物件の清掃に行き、夕方アパートに戻ったそうです。小林さんは昨日と同様、ぼんやりテレビを見ていると、パキパキという矢鳴りがしてきたそうです。その矢鳴りは不自然に続き、嫌だなと思っていると、しばらくして収まりました。そしてまた次の日の夜のことです。今度は突然部屋の電気がついたり消えたりしだしたそうです。明らかに不自然にチカチカずっと点滅しているのでした。小林さんはまさかこれらは心霊現象なのではと怖くなってきたそうです。
その時一家心中の家のラジカセを壊したことが頭をよぎったそうです。しばらくするとその電気の不自然な点滅は収まったので、小林さんは余計なことは考えないようにしてすぐ布団に入って寝たそうです。その深夜のことです。どれくらい寝たのでしょうか。小林さんはふと目が覚めたそうです。夜中に目が覚めることなどまずないことでした。すると小林さんは部屋の中に誰かがいる気配がしました。同時に恐怖が一気に襲ってきたそうです。それで起きようと思ったのですが、小林さんの体は硬直して動かないのです。まるで体だけ異次元に行ってしまったかのようで、全く動かすことができませんでした。わずかに動かせる眼球で周りを見渡すと、暗闇の中、小林さんの枕元に3人の何者かが立っているのが分かりました。霊感のない小林さんでも、これは生きている人間ではないと分かったそうです。小林さんはその時、一家心中の家族の霊ではないかと思いました。小林さんは恐怖の中、彼らがいなくなるのをじっと待っていました。どれくらい時間が経ったのでしょうか。一瞬意識を失ったのか、ふと気がつくと体は自由になり、その3体の霊はいなくなっていたそうです。朝になり、昨夜のことは夢ではないと確信があったそうです。そして小林さんは彼らのラジカセを無残に蹴って壊したことが数日前からの一連の霊現象を引き起こしたに違いないと思ったそうです。その後も心霊現象は続いたと聞いています。ですからついに小林さんは耐えられなくなり、周りからアドバイスを受けお祓いに行ったということでした。そのお祓い後は心霊現象は収まったと聞いていると小林さんの後輩は私に話してくれました。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いします。